氷山に激突し、1000人以上の乗客を乗せたまま海に沈んだタイタニック号。でも知っていましたか？実はこの話にはいくつもの不可解な点があったんです。どうも皆さんお疲れ様です。敷島テトラです。今回はでっかい豪華客船タイタニック号沈没事故の真相についてお話ししていこうと思います。当時タイタニック号の沈没は事故だったと言われていたのですが、実は事故で片付けるには不可解すぎる点が何個もあったんです。というわけで早速見ていきましょう。1912年4月14日午後11時40分、北大西洋上のニューファンドランド島沖を航行していた豪華客船タイタニック号の乗組員フレデリック・フリートは、前方450メートル先に突如として出現した巨大な氷山を発見し、一瞬言葉を失いました。慌てて操舵室に報告し、氷山への衝突を回避しようとタイタニック号は懸命に舵を切りますが、速度が出ており距離も近すぎたために間に合わず氷山へ衝突。あっという間に船は浸水し、衝突から2時間40分後には沈没してしまいます。船に乗っていた2224人のうち1513人が亡くなるという当時の海難事故としては記録的な大惨事となってしまいました。この事故に対する人々の衝撃は大きく、この事故を題材とした映画が2度も制作されました。しかし、このタイタニック号沈没事故、実は数多くの奇妙な点や不自然な点が指摘されており、単なる偶然の事故ではないと一部の人々の間では考えられていることをあなたはご存知でしたか？そこにはきらびやかな映画からは決して想像もできない人間の愚かさや罪深さが隠されていると言っても決して言い過ぎではありません。不可解な点について一つ一つ見ていきましょう。不自然な点その1、タイタニック号の中で火災が起きていた。実はタイタニック号は出港する前から船底で火災が起きていたと言われています。この写真はタイタニック号が出港する直前に撮影されたものとされていますが、この部分が他と比べて少し黒ずんで見えるのがお分かりいただけるでしょうか。この部分にはちょうど燃料として石炭を貯蔵する倉庫があったのですが、その石炭に火がついてしまったため、写真のように黒ずんで見えていたのです。写真を見る限りだとかなり広範囲にわたって燃え広がっていたことが想像できますよね。なぜ火災が起きたのかは不明ですが、これほど火災が進行していてもタイタニック号には出港せざるを得ないある事情がありました。それはタイタニック号を管理・経営していたホワイトスターライン社が当時経営難に陥っていたという事実です。そうした理由からタイタニック号は無理を押して出港したのでした。この時貯蔵庫の中で火災で燃えていた石炭は炉の中へ放り込んで処理していました。そのため必要以上に多量の燃料を投入することになり、タイタニック号は非常にハイスピードで航行していたことになります。氷山への衝突を回避できなかった重大な原因の一つがハイスピードで航行していたことですが、船内で起きていた不自然な火災がそれを後押ししていたのです。大規模な火災が起きていたのにもかかわらず出港するなんて、その時点で最初からまともな航行ではありませんよね。不自然な点その2、見張り役が双眼鏡を使っておらず肉眼で見張りを行っていた。タイタニック号衝突はハイスピードで航行していたことの他に、もう一つの大きな原因として氷山の発見が遅れたことが挙げられています。なぜ氷山の発見が遅れたのかというと、それは当時見張り番をしていたフレデリック・フリートが双眼鏡を使わずに肉眼で見張りをしていたからです。彼は航行直前に人事異動で急遽見張り番をすることになったために、前任者の二等航海士から双眼鏡がある場所を引き継ぎで知らされていませんでした。そのため近くに来るまで氷山の存在が確認できず、気づいた時にはもう遅く、タイタニック号はそのまま衝突してしまったと言われています。なお前任者は双眼鏡の場所は知らせたと証言しており、前任者とフレデリック・フリートとの間には意見の食い違いがあります。ちなみにこのフレデリック・フリート、事件から53年の77歳の時に自殺しています。またフレデリック・フリートと交代で同じく肉眼で見張り番をしていたレジナルド・リーは早い段階で氷山を発見してブリッジに警告を送りましたが無視されたと証言しています。
その後、レジナルド・リーはなぜか行方不明に、闇を感じる。このようにいくつかの偶然が重なって、タイタニック号が氷山を回避できない状態に追い込まれていったことがわかりますね。不自然な点その3。事故が起きる直前に、タイタニック号のオーナーとその親しい友人50名が乗船を一斉にキャンセルしていた。タイタニック号のオーナーは富豪のジョン・ピアポント・モルガンでしたが、彼はオーナーとして客をもてなしてお披露目するという立場上、乗船する予定でした。しかし、なぜか出港の前日になって突然、病気を理由に乗船をキャンセルしているのです。モルガンが所有する美術品なども問題が起きたという理由で、船に乗せることを取りやめています。さらに、モルガンが招待していた友人50名も同時に病気を理由にキャンセルをしています。これはもう直感とか本能で全員が危機を回避したとするのも無理がありますし、全員が同時に病気になるなんていうことが偶然に起こるはずもありえません。まるで事故が起きることがあらかじめ決まっていて、それをモルガンと関係者だけが知っていて、危機を未然に回避したかのような行動に見えますよね。不自然な点その4。タイタニック号には普通よりも多額の保険金がかけられていた。タイタニック号は船底部分が二重構造をしており、船体部分も高さのある防水隔壁で厳重にガードされていたため、浸水しても沈まない構造になっていました。仮に浸水してきたとしても、ブリッジから遠隔操作で仮想デッキの隔壁を閉めることができ、15センチ以上の浸水があった場合には、自動で閉鎖する機能まで備わっていました。そのため、タイタニック号は、神でも沈めることができない船とまで呼ばれていたのです。しかしその割に、このタイタニックには多額の保険金がかけられていました。もちろん、船が保険に入っておくことは、様々な事態に備えて当然行われるべきものではありますが、タイタニック号の場合は、他の同じような船よりもずっと多い500億円という多額の保険金がオーナーのモルガンによってかけられていたのです。これはまるでタイタニック号を最初から沈没させるつもりであったかのような保険金のかけ方ではないでしょうか。怪しい。不自然な点その後、タイタニック号はすり替えられていた。実はタイタニック号にはオリンピック号という姉妹船があり、非常によく似た外観をしていました。ですが、この2隻には微妙に異なる点があって、例えば最もわかりやすい違いの一つとして、ポートホールという客船についている丸い窓の数がオリンピック号が16個であるのに対して、タイタニック号は14個でした。しかし、処女航行に出港する直前のタイタニック号の写真を見てみると、ポートホールの数が14個のはずなのになぜか16個あるのです。これはオリンピック号の数と同じということになります。また、タイタニック号は沈没してから今日に至るまで、現在も引き上げられることなく大西洋に沈んだままの状態なんですが、近年になって大西洋に沈んでいるタイタニック号の塗装が剥がれ落ちて、下に隠れている文字が見えるようになりました。すると、塗装が剥がれる以前はタイタニックと船首には書かれていたのに、現在は MP という文字が書かれたような跡が見つかったのです。船名のロゴはTITANIC タイタニックなので、MP が入ってるのは明らかにおかしく、 OLYMPIC オリンピックと書かれたロゴの一部が見えたのではないかと推測することができます。このことからタイタニック号とオリンピック号はすり替えられていたのではないかとする説があるのです。不自然な点その6。事故が多発していたオリンピック号と多額の債務があったモルガン。なぜタイタニック号とオリンピック号をすり替える必要があったのでしょうか。実はオリンピック号は以前から多くの事故を起こしており、不安定な船であると保険会社から見なされていたため、保険をかけることができなかったのです。そしてモルガンはオリンピック号のオーナーでもあったので、当時多額の賠償責任を負っていました。そこで使い道のないオリンピック号に塗装をして建造されたばかりのタイタニック号として偽装することで保険をかけて客船として使うことができるとモルガンは考えたのではないかとの見方があります。ただし先ほどお伝えしたようにタイタニック号には不自然に多額な保険金がかけられていました。ということはただ単にオリンピック号を客船として使うだけではなく、最初から保険金のために沈めることが目的だった可能性があるんですね。
モルガンにとってはオリンピック号の事故で負った多額の賠償金は偽装したタイタニック号の沈没事故による保険金で支払うことができるし、使い道のないオリンピック号はタダで処分できるし、新たに建造した本当のタイタニック号は別に確保しており、塗装をして別の名前の船として運航することができたのではないかという推測が成り立つのです。お金のために1500人もの大勢の人を海に沈めて死に追いやってしまうなんて、もし本当にそうだとしたらとっても恐ろしい事件ですよね。というわけで今回はタイタニック号沈没事故の真相についての話でした。これがもしも本当の話だったとしたら、オーナーの思惑通りに船を沈められたということになります。これじゃあ犠牲になった人たちがあまりにも浮かばれないですよね。実際のところ真相はどうなんでしょうか。今回はなんか船に乗るのが怖くなる話でしたね。というわけで今回はここまで。また次回の動画で